あなたはアファメーションという自己変革の方法をご存知でしょうか？アファメーションとは簡単に言えば、あるルールに基づいて作った言葉を自らに語りかけることです。たったそれだけのことで人生をバラ色に変えることができると聞いても、あなたはにわかには信用しないかもしれません。言葉を唱えるだけで人生が変わるとすれば、まるでファンタジーの世界のお話でしょうと。しかし考えてみてください。私たちの思考はすべて言葉で成り立っています。もちろんイメージを使って考えることもありますが、そのイメージの元をたどっていくと、それらはすべて自分や対象を規定する言葉に行き当たります。例えば初日の出を見て綺麗だなと感じるのは、その昔にほらごらん綺麗でしょと誰かに初日の出を見ながら教えられ、あなたがその言葉を受け入れたからそう思っている可能性があります。面白いもので、人間は自分には自分だけの考えや主張があるというように考えていますが、本当はそうではありません。感情だけでなく、考え方や判断、評価基準など、ありとあらゆることを他人に教えられ、その言葉を受け入れたことによって、その人が出来上がっているのです。このように、私たちが行う選択と行動は、その人がどんな言葉を受け入れているかによって決まってしまいます。自分は能力のない人間だという言葉を受け入れている人は、能力のない人間の選択と行動を取るし、逆に自分は能力のある人間だという言葉を受け入れている人は、能力ある人間にふさわしい選択と行動を取ります。素晴らしい人生を手に入れたいなら、自分にはできると心の底から確信することがとても重要です。自分にはできるという言葉を受け入れるのです。アファメーションは、自分にはできないよ、自分にはできるに変える自己改造の方法です。これを身につけると、脳が自分にはできるという言葉を受け入れて、あなたを素晴らしい人生へと導いてくれるようになります。本書が示すアファメーションの全体像がわかれば、あなたは明日からでも人生のゴールを達成する大きな一歩を踏み出せるはずです。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は言葉があなたの人生を決めるという本をご紹介したいと思います。皆さん、アファメーションという言葉をご存知ですか？知ってる、あれでしょ？ポジティブな言葉を言うことで願いが叶うっていうやつでしょ？確かにそうなんですが、そんな単純なものではなかったんです。アファメーションは科学、心理学に基づいた自動的に人生のゴールを達成する方法で、アファメーションのルールにのっとった言葉を自分に語りかけることで、これまでの自分のイメージがすぐに変わり、これまでできないと考えてきたことにごく自然に積極的に取り組めるようになるというんです。実は僕も本書を読んで、自分がアファメーションのことを誤解していた、全く理解していなかったことに気づかされました。言葉の持つ力に改めて気づかされること間違いなしです。著者は認知科学者で本当に多くの著書を出されている苫米地秀人さん。アメリカの心理学者で自己啓発、コーチングの世界的権威であるルー・タイスさんと最新のコーチングプログラムなどを開発されている苫米地さんによるアファメーションの入門書が本書になります。認知科学や心理学的に重要なポイントに触れながら、最後にそれらをフル活用したアファメーションの仕組みを説明していく構成が知的好奇心を刺激する一冊になっています。今年を素敵な一年にするために、こうありたい自分に変わるために、ここでアファメーションについて学んでみましょう。本動画ではこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自動的にゴールを達成するアファメーションの効力。アファメーションのルールにのっとった言葉を自分に語りかけると、これまでの自己イメージはすぐに変わっていきます。そして、アファメーションによって人生のゴールを自分にすり込んでいけば、目的的思考が働くようになります。目的的思考とは、
これをやろうと強く意識して力を注がなくても、自動的にゴールを達成するよう自分を導いてくれる無意識の働きのことです。やらなければいけないという意識が働いているうちは、やることなすことのすべてに骨の折れる努力が必要です。ところが、取り組むことに対して楽しくて仕方がないという自分の状態を作り出せば、やることなすことのすべてはハッピーなことに変わり、疲れたり飽きたりということがありません。例えば、インターネットでいろいろな情報を調べるのが好きな人は、毎日朝から晩までパソコンにかじりついていても疲れないし、楽しくて仕方がありません。俗にインターネット中毒と評されますが、それは中毒なのではなく、ハッピーなのです。人生のゴールを達成するなら、これと同じハッピーな状態で物事に取り組めるようにしてやることが肝心です。目的的思考が働いている人間は、ハッピーだなぁと感じて取り組んでいるうちに、ふと気づくと大きな仕事を成し遂げているものなんです。心の底からギターが上手くなりたいと強く望んでいる中学生の子供は、親がどんなに反対してもその望みを実現してしまいます。ギターを買うお金がなければ誰かのお古のギターを調達するだろうし、練習場所がなければ公園の片隅を借りることでしょう。練習中に木枯らしが吹こうと、凍えるような寒さであろうと、痛くも痒くも感じません。ギターを弾いてさえいれば幸せで、いつの間にか上達してしまいます。つまり、本当に達成したいと望むことは、誰が何と言おうと、どのような障害があろうと、いつの間にかごく自然に達成してしまう。これが目的的思考というものです。人間は本当に望んでいることがあれば、無意識のうちに目標に向かいやり遂げてしまうんです。人生のゴールを達成するためにこれほど強い味方もありません。目的的思考を働かせれば、人生のゴールは自動的に達成されると言えます。その意味でアファメーションは、目的的思考を働かせ、自動的に人生のゴールを達成するための方法ということもできるでしょう。目的的思考のキーワードは、イメージ、言葉、情動。目的的思考を身につけるには、何が目的的思考を働かせるかについて知ることが早道です。それを働かせる要素は3つあります。まず、イメージです。先に挙げた、ギターが上手くなりたいと強く望む中学生は、例えば、ジミー・ペイジやジミ・ヘンドリックスのようにギターをかき鳴らす、将来の自分の姿や演奏のイメージを持っているでしょう。次に言葉です。ギターの練習に勤しむ中学生は、これは難しいから僕には無理だな、とは決して言いません。いつもきっとできると考え、繰り返しそう自分に語りかけています。仲間と練習するときも、このくらい弾ければ十分じゃないかとは言わず、練習すれば俺たちはもっとうまく弾けるよと言っているはずです。そして最後は情動です。例えばギターの練習をするときは、将来ステージに上がり、大勢の前で演奏する自分を想像しながら、必ず、かっけーとか、最高と至福に包まれる感情を呼び起こしているはずです。人間が目標を望むときというのは、必ずイメージと言葉、情動を使っています。誰もがまず、イメージと言葉によって目標を捉えます。次に、そのイメージと言葉が情動を呼び起こし、そのことが目標によりリアルで具体的な姿を与え、人間はそれを実現することができるのです。これが目的的思考が働く際のメカニズムです。目標がリアルで具体的な姿であればあるほど強い刷り込みが行われ、目的的思考がうまく働くということです。言い換えれば、目的的思考とは、イメージ、言葉、情動によって目標を脳にプログラミングすることなのです。コンフォートゾーン。コンフォートゾーンとは、心地よく感じ、ごく自然に行動や思考ができるゾーンのことです。人生のゴールを達成した時を想像してみてください。その時のあなたは
現状のコンフォートゾーンとは全く異なる、遠く離れたコンフォートゾーンにいます。例えば、現状は近所のカフェで読書をすることが心地いいかもしれませんが、人生のゴールを達成した時のあなたは、高級な会員制クラブのラウンジでお茶を飲み、そのラウンジで日常的に大企業の重役と情報交換をしているかもしれません。つまり、ゴールを達成したあなたにとって、そういう場所や環境こそが一番快適で自然に振る舞える新しいコンフォートゾーンになっているわけです。この新しいコンフォートゾーンにいる自分のイメージに、そんな自分の姿を考えるのはなんだかこそばゆいと感じるなら、あなたがまだ新しい自己イメージを獲得していないことが原因です。目的的思考を働かせ、ゴールを達成するには、現状のコンフォートゾーンから抜け出し、イメージとしてゴールに合致する全く新しいコンフォートゾーンを獲得する必要があります。そして、まずは、その新しいコンフォートゾーンで快適に振る舞う自己イメージを作り上げるのです。現状のコンフォートゾーンをゴールの世界にふさわしいコンフォートゾーンに上げるためには、高い自負心と強い臨場感が必要になります。まず、自負心について説明していきましょう。例えば学生の頃、初めての発表会で演壇に上がるときに、自分の足がまるで自分のものではないように感じ、うまく歩けなかった経験はないでしょうか。いけない、自分のおかしな様子を見られている、と思った途端に、発表はしどろもどろになり、自分が何を喋っているかもわからなくなってしまいます。人間は現状のコンフォートゾーンにない場所、機会、相手に遭遇すると、無意識のうちにそれらを遠ざけ、もともといたコンフォートゾーンに戻ろうとしてしまいます。これではいつまで経っても、人生は何も変わりません。人生を変え、ゴールを達成するには、高い自負心を持ち、ゴールのコンフォートゾーンが自分に最もふさわしいと感じる必要があるのです。そして、想像したものを実現するためには、単に空想するのではなく、想像に強烈なリアリティを与えてやる必要があります。想像に強烈なリアリティを与えるのは臨場感です。人間の脳は臨場感の強い世界を現実と認識するからです。例えば映画を見ているとき、私たちはスクリーンに映し出された世界に強い臨場感を感じます。その時脳はスクリーンに映し出された世界を現実だと認識しています。それゆえに、ただの作り物の世界を見ているだけなのに、手に汗を握ったり、思わずあっと叫んだりといった生理的反応を起こすわけです。人間は自らが一番強く臨場感を感じている世界を現実として選び取り、現実として認識します。これはとても重要な理論で、高いコンフォートゾーンを獲得しようとする場合にも適用することができます。現状のコンフォートゾーンよりもさらに強い臨場感をゴールのコンフォートゾーンに与えてやれば、脳は自動的にそれを現実として選択するということになります。そして、この人生のゴールのイメージの中に、今の現実とは全く異なるあなたが望む現実を組み込み、現状に対する不満を意図的に高ぶらせることで、あなたの潜在意識はもはや片時も現状に我慢することができなくなり、誰が何と言おうとゴールを達成するぞと考えるようになります。ここは私にはふさわしくない。私は間違った場所にいる。自らにこう語りかけ、ゴールを達成した自分のイメージを刷り込み、もう我慢できないといても立ってもいられないほどの強いビジョンを持つわけです。その欲求はあなたに必ず成長をもたらします。目的的思考が欲求に合致した新しい環境を手に入れるようあなたを突き動かすからです。アファメーションがあなたをゴールへ導くメカニズム。あなたが自動的にゴールにたどり着くように潜在意識を働かせるためには、現状のコンフォートゾーンをゴールを達成した時の将来のコンフォートゾーンに上げてやる必要があります。今のあなたが将来のゴールのコンフォートゾーンをリアルに感じるからこそ、あなたは現状のコンフォートゾーンに満足できなくなり、無意識のうちにそこから抜け出し、ゴール達成にふさわしい選択と行動を取るようになります。これが
目的的思考があなたをゴールに導くメカニズムです。その意味で、ゴールを達成する方法の中心は、いかにして将来のコンフォートゾーンを自分のものにするかという一点に求めることができます。つまり、ゴールを達成した時のコンフォートゾーンを今のあなたが強烈にリアルに感じ、同時にその高いコンフォートゾーンで自然に振る舞う強烈な自己イメージを持つ必要があるんです。アファメーションの言葉によって、ゴールの世界のコンフォートゾーンの臨場感を強め、高い自負心を獲得すれば、もはやあなたは現状のあなたではなくなります。ここで皆さんも今から言うことをできるだけリアルに想像してみてください。冷蔵庫に向かって歩き、ドアを開きます。その中の固く黄色いレモンを手に取ります。そして冷蔵庫のドアを閉め、キッチンの引き出しから果物ナイフを取り出し、みずみずしいレモンを半分に切ります。片方を手に取り、ゆっくりと口に運び、実際に味わってみます。さあ、大きく一かじりしましょう。酸っぱいという極めてリアルな感覚があなたに訪れるはずです。このリアルな感覚はあなたの中にある記憶。すがすがしい気持ちや自分の体にエネルギーが満ちる喜びなど、記憶に刻み込まれた何らかの情動を感じられるはずです。このように、ゴールを達成した将来の自分の姿をありありと想像し、そのイメージに強い臨場感を与えていくことによって刷り込みが行われ、ゴールが現実のものになっていくんです。今の自分とは別のこうありたい自分を、それが現実よりもリアルに感じるように想像する言葉により、自分を変え、未来を変えていく。願えば叶うというような精神論的な話ではなく、アファメーションの言葉が自分を変えていくメカニズムがとってもわかりやすく解説されているんです。自分で自分に語り聞かせる言葉がいかに重要であるかを感じますし、どんな言葉を発してきたのか、どんな言葉を受け入れてきたのかで、自分の選択と行動が変わってくることがわかると思います。改めて、アファメーションって効果がありそうですね。動画を見ていただいてもわかるように、こうありたいゴール設定がとても重要になるのですが、そのゴールをどのように設定するかはもちろん、そこから言葉の持つ力、自己イメージの仕組み、目的的思考による脳の動かし方、コンフォートゾーンの上げ方、そして最も気になるアファメーションのルールと作り方などが細かく丁寧に解説されております。アファメーションはもちろん言葉の重要性についてしっかりと学んでみたいという方にはぴったりの一冊だと思います。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。